おはようございます。小木曽です。おはようございます。小木曽です。ちょっとラグがあるんやね。さあどうだ。定例のライブ配信を始めたいと思います。15秒ぐらい、録画放送です。15秒ぐらいのズレがあります。定例のですね、ライブ配信を始めたいと思います。今日はですね、筆食分割法を少しやってみようかなと思います。なんかね、私自身が、ちょっといろいろまた飽きてきたので、透明水彩が多かったので、この辺かな。ちょっと今日はですね、筆食分割法を下にファイト。おはようございます。久保さんもありがとうございました。いろいろ本当にもう最高のお中元でございました。昨日もお中元ちょっと、ロンロンさんかな、ありがとうございました。もう朝からおいしゅういただきました。パーマネントグリーンライト。今日はこちらを書いていこうと思います。赤坂さんもおはようございます。みちみちさんもおはようございます。さつきさんもおはようございます。のりおっちゃんさんもおはようございます。夏伊藤さんもメンバーの方には言うてたんですけど、行ってまいりまして、昨日ちょっとそれを書こうか迷ったんですけど、先週も海やったからちょっとやめましょうね。でアクリルで、これはフタロシアニンブルー固まってきてるね。ちょっと筆食分割法を少しやってみようかなという気持ちでおります。カドミウムイエローもなくなってったな。どっかに似たような色あるんですけどね、探せばね。ゆうさんもこんばんは。いいですね。アメリカにこんなとこあるんじゃないですか。こんなとこカメポンさんも稲葉さんのなんかリクエストの白樺を書いてほしいは覚えてますよ。ちょっと悩んだんですけどやめました。よいしょ。ウルトラマリンにバーンとシェンナ昨日奄美まで行ってまして、奄美とですね徳之島の方にちょっと行ってたんですよ。今そんな長い時間じゃないですけど、黒は入れません。徳之島、奄美から2日目なんですけど、楽しかったですけど、めっちゃ疲れました。声がガッサガサだと思いますけど、お許しください。コロコロさんも、カメポンさんも、ケイコ川又さんもおはようございます。そしてこれアリザリンクリムソンレーキかな。これそこがいいのかな。ちょっとパレットもね、なるべく見せれるようにしたいなと思います。いいですよ。非常に良かったですよ。よいしょ。このぐらいの波形をしましょうか。で筆食分割法ということなんで、質問は遠慮なくしてください。形をそんなにしっかり取るというわけではなくて、この辺にちょん花があるなと、この辺に花があるなと。いや、良かったですね。徳之島書くんかと思ったら皆さんね、残念ながら違いました。よいしょ。それでね、メンバーの方にはその写真ちょっとお見せしましたけど、まさかの虫を案の定やっぱ取らされる羽目になるんですけどね、我が家の場合はアマミノコギリクワガタを見つけました。ありがとうございます。後で見せたいぐらいですね。ケンツさんもおはようございます。後で見せたいぐらいですね。でかいですよ。やっぱり南国のあれやから。で、アマミノコギリクワガタは一応持ち帰っていいそうなんですよ。平田もいいそうなんですよ。で、なんか3種類があって、それちゃんと調べていきました。ありがとうございました。長井優乃さんからも事前に聞いていまして、はい、調べてました。で、空港で一応ですね、もちろんいいですかと、お兄ちゃんがちゃんとカウンターでね、搭乗の手続きのカウンターでお兄ちゃんが自分で聞くんやでっていうことで頑張って聞いてました。持って帰っていいですかと、ノコギリクワガタは大丈夫ですということで、朝、カブトムシと戦わせてました。もうちょっとうちにはもう
この夏はもうええわっていうぐらいおるので、本当にちょっとなんとか近々逃がしたいんですけど、感受性お化けのお兄ちゃんが許してくれるかどうか。よいしょ。箕面さんもおはようございます。そう、トイレもうね諦めてたんですよ。なんか奄美自然こうなんとかの森みたいなところがあって、でそこに行ったら撮れるんじゃないか、一応なんかこうPDF ファイルがあって、ここは採取しちゃいけませんよとかっていうのがあるんですけど、一応その自然のなんとか森みたいなところは、トラップは仕掛けてはいけないって書いてあって、じゃあ撮ってええんかなと思って、もちろんこう現地のその自然のところ、観察の森みたいなところで聞いたら、採集も持って帰ってもダメですと。お兄ちゃんはそこで、すごい歯を食いしばりですね。で結局もちろん蝶々を見るとかトカゲを見る、その程度だったんですよ。もう見て、でもう終わったなと、でヤドカリを一応持ってたんですよ。ヤドカリはなんか一応飛行機に乗せれたんですね。徳之島から、徳之島の海で、見つけて、それどうしても持って帰りたいって言うから、いや無理やと思うでって言ったんですけど、飛行機に乗るときに聞いたらいいですよということで、奄美に持って帰って、でそれを福岡までまた持って帰るのかな思いながら、ちょっと難儀やなと思ってたんですけど、だいたい形を今取ってってます。でクワガタも、夜もちょっと宿の近くですね、カレッタなんちゃらっていうとこ泊まったんですけど、宿の近くとかを探したんですけど案の定おらず諦めかけてました。そして昨日最終日なんですけど、綾丸岬というところですね。綾丸岬というところに行って、でまたお兄ちゃんは海の中に突っ込んでいき、あわわわわってなりながらですね、もう帰る時間間際やのにあわわわわってなりながら、帰る時間間際やのに、必勝分割法ってこう点でねこうやってね、広がっていきます。でそこの綾丸岬の公園になっとるんですけど、そこの紫色を作ります。トイレ、まさかのトイレ、男子トイレにコガネムシがいたんですよ。でおとんはピンときたわけですよ。おとんはねピンと、コガネムシ、上にですね、街灯があって、もしかしてと思って天井を見たらバッチリ張り付いてました感動の瞬間やったんですよ。埼玉りさんもおはようございます。元めぐみさんもおはようございます。お兄ちゃんって呼んでですね、お兄ちゃん腹来てって言ってお兄ちゃん呼んで、一応動画には多分手ぶれしまくってるかもしれませんが撮りましたので、まただいぶ先になると思いますけど公開できたらなと思いますよいしょ。なんかこうベンとこうあれでねスポンジでやるのもありかな思ったんですけど、今日は、ちょっとですねもうひたすら点を打つという面白くない配信になるかもしれませんが、それで長い棒を持ってきてその天井から落とすということで、空港にも行って頑張ってお兄ちゃんがですね、持って帰っていいですかって涙目になりながら言ったら大丈夫ですよと言われましたね。念じてると本当にそのなんか前にねなんかようわからんけど願いの叶う亀みたいなところがあって、なんか亀の像があってそこでお兄ちゃん口に出してクワガタ取れますようにって言うてましたもんね。まさかのよいしょよいしょ。グレーのこれ下地ですね。グレーの僕はこうめんどくさいので、白と黒のジェストを使って、やりましたけど、ちょっとこうなんか赤みがからせたいな思ったら茶色とか入れてもいいかもしれませんしね。これキャンバスボードです。今日はキャンバスボードというのに書いております
いやー感動しましたね。まあ興味ない人はね何一つ興味ないと思います。虫なんかねもう何にも興味ない人ねいると思いますけどね、ほんと念じてましたね。僕が念じてたんですけどね。でちょっと固有の色に近い色も少し入れながら葉っぱ系、一つの色を作ったらある程度ですねそれを展開していきながら、なんていうのかな、一つの場所にとどまるんじゃなくて、いろんな場所に動いていきながら、その色自体があんまり単体で目立たないように。っていうか明日から休み今日から休みなんですね。うちのチビは1週間休みということになってしまった。少し一つの場所に、重ならないようにしてください。さいたま市大宮よりせいやまさんかな。大宮アルティージャですか。大宮アルティージャやったっけ、よいしょ。一つの場所にとどまらないように。いやーいましたね。もうおとんが一番感動してますから、またアホみたいにね、アホみたいな動画になると思いますけど、サブチャンネルのお兄ちゃん弟チャンネルをご覧ください。飛行機もね1時間ぐらいかな、奄美まで福岡から1時間ぐらいです。もう僕は本当になんかおすすめですよ。で徳之島の場合はやっぱり鹿児島からとかしか出てへんのかな、直行便はね。で福岡から行く場合は奄美で乗り換えとかっていう感じかな。ハブとかはなんかね、現地の人も夜とかしか見えひんからあんま見ないですよって言ってて、夜は気をつけてくださいって言われました、散々。あとはもう草むらには入らんようにした方がいいですよっていうことで、もう基本的にはそんなに入っていかず。クワガタの絵ねちょっと愛が強すぎてどんな絵になるか不安なんですけど、もうなんかね、これ写真だけだとわからないですよね、なかなかね。写真だけだとわからないですよね。はい、飲み会のお誘いの返事をしてなかった。急がんと怒られそうやな。これでかいんですよ。もう本当に本物を見せたいぐらいですけど、でかいんですよ。普通のノコギリクワガタの 1.5 倍は優にあります。大きい、いわゆる水牛と呼ばれるようなやつの、ごめんなさいね興味ない人で。影の色はね黒じゃなくて、黒ではない色を選択していきますね。よいしょ。ちょっと忙しいからな、今週も行けんかな。よいしょよいしょ。もしなんか質問あったらしてください。田舎育ちだけど虫怖いいやーちょっともう見せたいな。また花ではなく葉っぱの方ですね、まず描いていってます。で、かなり点が複雑になってきて、おりますけども、でもうこんな感じでずっとちょっとずつ解像度が今日は上がっていく、放送になると思いますので、面白くないかもしれません。頑張って面白くしますけども、どうですか、都知事選行きましたか、東京都の方。まさかあんな票を取るんですね、あの人はねなんか客観的に見てるとね、なんか街頭演説に集まる聴衆の数とか見てたらなんかね全然違うように見えるんやけど、結局はああなるんやね。やっぱ現状維持を皆さん求めはるんやね。なんかそれをすごい思った。現状維持でほんまええんかねって
僕ら思ってまうけど別にね悪いことをしはったちょっとだけね怪しいところはあるんですけどね。あったかいなんちゅうやったっけカイロやったっけね、あったかくこうギュ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 としてなんかする大学卒業したか否かみたいなことまあそんなどうでもええわっていう感じなんでしょうね。でもちょっと現状ね、あとまた4年東京が変わればねと僕なんか田舎に住んでる人間からすると思うんですけどね。あの後のなんかインタビューとかめっちゃ面白かったですけどね、あれあれ冷たい態度があれはなんか質問する人もねなんかちょっと失礼やなと思ったけどね、まだ完全に出口調査の結果 NHK が速報を出してはったけど、まだ完全に確定してない段階でね、今回のあれはとかどうですかとかうっさいわと思いますよね、あんなんねと僕なんか思って見てたけど、冷たい大喜利みたいなのが僕はおもろうてしゃあなかったけどね。なんか皆さんどうなんですかね。あれでなんか怖いとか言うてはる人ぜひねリハック見てくださいリハックっていう番組の昔からこうね取材している高橋さんっていう、テレビ東京の人がインタビューしてるのはすっごい素で答えてて普通ですよ。あとはアベマ TV ですね、昔からなんかねアベマ TV の平石さん、僕平石さんすごい好きなんですけど、皆さん推しのアナウンサーいます？僕はもう平石さんなんですよ、だいぶ前から。ようあんなこう猛獣珍獣たちをあれコーディネートでやばいね、あんなできるなとも言いながら司会進行で猛獣珍獣たちをあんなできる人ねすげえなと。推しのアナウンサーを言いますか都知選行きました。2位の方応援してます。2位の方ね、僕も2位の方かな。2位の方、なんかこう街頭演説ではあんまりこうね公約のこと喋ってないけどしっかりとネットでは言ってましたもんね、ちゃんとね自分のホームページではね。よいしょ。分からんけどなんかね変わってほしいなっていう僕は思いです。誰がなってほしいとかいうよりは変わって世の中がねね、葉っぱをまず描いていっています。よいしょ。皆さん夏はご予定ありますか？我が家の一大イベントはちょっと濃すぎますね。今回のこれだったのであとどないしようかと話してますけど、なんかご予定ありますか？皆さんは海やプールや行くんですか？今セミがギャンギャン鳴き出して、あと四国の、松山ですっけ、大丈夫ですか？松山でもね私の見てくださってる方いてちょっとこう心配をしておりますけど、ちょっとバタバタして細かいニュースは見れてませんけどね、本当にこうなかなかね、佐賀も何度かそういうこう災害に2019年21年かな大きい災害にあってですね、結構大変だったんで、よいしょ、もうゲリラ豪雨とかねで暗い色はこういう風にちょっと色は今日はある程度出てるからピントが若干淡い気がするな。大丈夫かな。リハック見てますよ。成田さんの酔っ払いながらの放送面白かったですよね。4時間ぐらいのやつねあれおもろかったですよねなんか絵描いてる時ああいうこう長尺の番組ってすごい助かるんですよねいちいちこうなんか変えんでいいから200もテレビ東京テレ東何やったっけ、経済大学じゃなくて何やったっけ、テレ東、なんかそのリハックの前の時から僕見てますよ。前の時も結構政治家の人出てておもろかったんですよ。この人こんなんなんやって
からもうリハックにもっと出る人がね増えてきて、この番組だけですもんね、東京都知事のほぼ網羅した。あとね、あっちゃんの中田あっちゃんの YouTube 大学もだいぶ頑張ってやってましたけどね。どうですか、必食分割法。なんか質問あったらしてくださいね。なんかね、もう子供政策である程度子育て世代の支持を得ているのも地味に効いたんじゃないですかね。まあそうやね。いやー、そうでもなんか地味に効いたやろうけど、なんかもうドカンとやってくれんとドカンとやってくれんとと思うんだけどね。なんかね、地味に効いたよね。アマゾンギフト券が届いたという噂は本当ですか？知らないですけど、佐賀のうちは届いてないですよ。うちは全然そんなの届かないですよ。何にも届かん。なんか届いたのは近所の調査をしてくれというわけわからん依頼が来て、前もどっかの配信で言いましたけどおい何それって、それのためのマイナンバーなんちゃうんって思ったんですけどね。どっかの配信でも言いましたけど、そのためにマイナンバーおっちゃん一番もうほぼもう、届いたと同時にもう今から5年前6年前何年前もう早くデジタル化してくれた方がおっちゃん助かんねやけどっていうタイプやけどね、全然一向に進まないというね。なんかね、この間もまたお怒りのやつがあって、まあ子育て何やあれですね、何やったっけ子供にいくらかもらえるみたいなやつよく分からんけど、で、ね、所得制限でダメやったんですけど、それが所得制限がなくなりましたって言って来てて、あ、そうなんやと思って僕なんか別にもう あれやから、うちのもう妻の口座書いといてよっつって振り込まれるやつっつって、もうええか僕はもうええわとかって言ってね、で妻の口座を書いて提出したら世帯主しかダメですって来て、は家計預かってんの嫁やろ普通と思ってね、またぐっと怒りを最近抑えれるようになりましたね。別にクレームなんか言うたこともちろんないんですけど、普通ね、どう思いますそんなんね、世帯主とかそんなんどうでもええやんと思うんやけどね、本当になんか何世帯主が男性でなきゃいかんの？もうそれも変やし、なんかもうようわからんわっていうのが僕の中であるんですけど、皆さんどう思いますか？変な話ですみません、脱線しますよ。そうやって全然関係ない話しますから、皆さんね早くしてくださいね。最近あったそういう愚痴を言い出しますよ。皆さん気をつけてくださいね。皆さんがカドミウムやっぱグリーンぐらいじゃないと、パーマネントグリーンライトを使ったんですけど、やっぱちょっと弱いですね。やっぱね、緑ね。でももうカドミウムグリーンがなくなりそう。ほぼパレットに出した時の色ってそんな変わらんんですよ。そんな変わらんんですよ。でもね、やっぱねちゃうんですよね。えうちの、パートナー、妻、なんて言ったらいいか知らんけど、すごく温厚なんですよ。全然怒ったりせえんですけど。で、昨日ね、ニュースじゃ昨日飛行機乗って帰りね、でお兄ちゃんがすごい楽しそうにキャッキャキャッキャしとったんですよ。そしたら斜め前の言うたらお姉さん、おそらく80オーバーの姉さんが、そんな別にでっかい声で喋ってるわけじゃないけど、笑うたらでかい声になってまうんで、ゲラゲラとかってなってね、こちらもなんかね、機嫌よくしとかなあかんじゃないですか。泣いたりするよりはと思った。ただなんか後ろ振り返って、あなたここはパブリックなのよ、ちょっと静かにさせてくださいって言われましたはぁと思ってね。いや、そんな普通になんか会話してる大人とそんな変わらん程度よ。ちょっと声が大きくなって笑うね、あれやねんけど、そんなね、奄美大島行ってそんな東京のなんか深夜のサラリーマンがばっかり乗ってる新幹線やないんやからって言われてね。で妻はね、
すみませんってこう言うたんですよ。僕ははって来て顔見たろって僕の前ぐらいにおったら見えへんかったんですけど、顔見たろと思ってですね、一生懸命覗き込んで見えなかったんですけど、飛行機降りた後、なんて言われたんって言ったら、こんなん言われたって、もう一回言われたらなんか言い返してやろうと思ったって、それぐらいなんか怒ってはって、珍しいと思ってですね。ねえ、そんなんね、子供は宝やと思うんやけどね。ああいう私はなんかその80超えてるような人の横に妻のお父さんお母さん座ってて、お父さんもその声聞いて、声っていうか客室乗務員の方に「私子供嫌いなのよね」とかって言ってたとマジで年金とかもらわず暮らしてほしいね、そういう人ね。もう勝手にやってくれと思うよね。もう本当にもうね、もうマジで年金とかね、もうもらわずになんとか暮らしてくれと。はい、愚痴が止まりませんよ。道後温泉リニューアルオープンしましたね。先生の絵はあれね、多分ね M さんね、道後温泉のなんかねあるんですよ、真ん中にそういう道後で、僕が泊まってるところは船屋さんっていう、もともと確かその船屋さんっていうのが一帯を持ってて、それでいろんなホテル宿があって、でなんか象徴的なあれなんですよどう言ったらいいのかなあれなんか公衆浴場みたいなやつやと思います、あれ多分。だからホテルではないんですよ。もう本当はそこからすぐ近くなんですけどね、僕の絵が飾ってあるかどうか知らないですよ、僕行ってないから。ここのとこね、いろんな絵描きさん応援してはるみたいからということなんですよね。いやー、そんなん言われたらね、なんかもうちょっとでも大きい声出すとシーッとか言ってね、もう疲れましたよ、もうね。耳栓買ってあげようかな思ったもんね。うちの妻パートナーママは耳栓買ってあげね、いくらか払うからこれでどうですかって言おうと思ったって言ってましたよ。楽しい声なのにもね、そう泣きわめいたりもするじゃないですか、耳が痛なるから。飛行機っていうのは子供で泣きわめきももちろんせんかったんですよ。ただちょっと乗って楽しくキャキャキャってなって、そんなね楽しいじゃないですかっていうので、キャ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 って言ったらもうめっちゃ怒られました。子供嫌いな方はね、僕の YouTuber もね僕は子供は本当宝やと思ってますんでね。子育てしたことある人なら多分わかると思うんですけどね。よいしょ。したことない人でももちろんね、子供は僕は大事だと思います。必要ないという人はぜひぜひね、年金ももらわずに生活していただけたら助かります。よいしょよいしょ。外国の人が子供が泣いて、周りの目を気にして、日本人は子供が泣くのが仕事と優しい声をかけてくれたのに感動して日本素晴らしいって YouTube に上げてるのに、そういう人もいるんですよ。もう自分が正義やと思ってるのか知らんけどね、本当にキャッキャしてただけなんですよ。いろんな色が展開していって、何が何だかまだわからないでしょ。それでいいんです。でもなんとなくここ葉っぱやな、ここ花やな、細いあれがあるなとかっていうのをなんとなく感じながらですね。やばい、よかったです。やっぱり奄美は本当に天気もね良くてね、奄美のこぎりクワガタをありがとうございました子供は泣くのが仕事ってね。だってもう耳大人やって痛いじゃないですか、キーンとして。そんなんね、それで息をグッと下ろして耳にブエって抜くとか、そんなんできるわけないじゃないですか、ちいこい子。そんな泣くっていうにね。
なんかイヤホン配ってんの、そういうのもあるんですかね。もうよくイヤホン配ってはりますもんね。そういうこともあるんかな。どうなんですかね。まあね、ピピピピピ、ほとんど筆一本で入れますね。ピピピピピピ。もしなんか質問あったらしてくださいね。もうこんな感じでひたすら展開していくというですね。今フラの方向へ、これねフラの近くやったと思います。美瑛とか、そうなんか適当になんか生物画での視点の選び方についてですか。水平斜め俯瞰の構図選択の違いについて見せ方。悩んでます。それね難しいよね。なんかこう僕は結構目線をこうイーブンにするようなのが多いなと思って、なんか僕の好みかもしれないんですけど、なんかこうどちらかというとモチーフの質感とか空間とかっていうことが、大事になってきているところがあるので、どちらかというと俯瞰的な目線みたいなのが多いとは、俯瞰中か水平の、ね、多いかなと思うんですけど、なんかそこにちょっとした意味合いみたいな斜めとか中にあったらそれはそれでいいと思うし、セザンヌのねなんかこう目線のこう動かし方とか、なんかこうなんかこう仰々しくセザンヌってモチーフを組むというよりは、なんかこう見方自体も人間のこう目がこう自然になんかちょっと覗き見たみたいな雰囲気あるじゃないですか。なんかそういうところも彼のなんかテーマになっとんかなっていうところがあるんですね。見てるとサントビクトワール山とかも別にそんな有名な山でもなんでもないというか、今はもちろんセザンヌによって有名になっているんですけど、でもなんか何気なくこう木々の間からちょこっと見えたみたいな感じとかを描いているような気がするんですよ。ということを考えると、なんかこうどういうこう僕の場合はモチーフのこう、そういった質やったり、に迫っていきたいから、なるべくこう無駄な要素を排除していく。他方でそのセザンヌみたいなどちらかというとこうなんか日常の中にあるものというような解釈の仕方をしていった時に、なんか何気なくポンとこう見たみたいな感じのモチーフの組み方っていうところになってんちゃうかななんて今適当に思いついたことをダラダラ喋ってみたんですけど、なんかその辺がこうなんかセザンヌの新しさやったりすると思うし、なんかその新しさという部分で考えていった時にそういったこともう一つのヒントになってくるかもしれないなと。そのモチーフを通して何を伝えていきたいかということが、単に本当にこうリンゴというものの存在感を出したいとかっていう時は、前者の出し方やったら、例えば岸田流星、なんかはどちらかというとそのモチーフと、ほんの少し斜め上ぐらいから見てるとかね。一方もう世の中にいっぱいあるリンゴなんていうの、一個の個の存在じゃなくいっぱいあるリンゴと呼ばれるものをこう描いているのはセザンヌかなとなんとなくわかる、でそこのところでなんかこう構図の選び方みたいなのは少しこうなっているんちゃうかなっていうのはなんとなく今思いついたこと。いい質問やね。さすがみちみちだよね。さすが僕らのロストジェネレーション世代のね、僕ら代表選手みたいな2人やからね、忘れられんようにね必死のパチコかんといかんもんね。ありがとうございます。今の説明うまく多分いきなり喋り出したから頭でまとまってなかったけど、喋りながらなんかまとまってきたんで、なんとなくこう伝わっていったかな。うまいこと言ったかな。よいしょ。でこのモチーフなんかも例えばオールオーバー系と僕は呼んでいるような、どちらかというと主になるようなものっていうのがここですとかっていうのはないんですけど、全体でこう見せていくようなアブストラクトっていうね、抽象画みたいな感じで描いていってて、モチーフに肉薄していくんじゃなくて、そこにある光とかあれをっていうので描いていってるタイプやから、セザンヌ型、生物でいうセザンヌ型のこう目線みたいな、あんまりこうね主役脇役みたいなのは僕は入れてないという感じ。おはようございます。杉本さん、綺麗な気分が晴れます。なんかピントが大丈夫かな。奄美は田舎でやることないからおしゃべりな人が多いから、子供よりおじいおばあの声の方が大きいです
そう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 、わかる。ですね、ホテルの人があれなんかようわからんけど、朝朝食の時はめちゃくちゃ人おったんやけど、夜ほとんどそこの宿におらんくて、皆さんどっか食べに行ってんのか、なんかホテルの部屋かなんかあれしてんのかようわからなかったんやけど、その宿のところで食べてたら、その店員さんちょっと話しかけたら、そっからめちゃくちゃ話されましたよ。めちゃくちゃ、私は東京とか福岡とかに憧れます、絶対そっちの方がいいですっていうのをずーっと話されて、ちょっと長いなと思いながら僕の性格の悪いとかピュッと出てくるんですけど、ちょっと長いかなと思いながらずーっと話されてましたよ。楽しかったですけどね。今回だから別に絵を描くに行ってるわけじゃないし、取材もほぼできてないですけどね。ちょっと徳之島ぐらいかな。いやでも本当なんかね、あれの見ましたよ。誰かからコメントあって、ミキっていうの、ミキをぜひって書いてあって、ミキって何ぞやと思って、売ってて飲みましたよ、空港で。おおと思いましたね、やっぱね。なかなかおおと思いますよね。おお、一生懸命こう成分見て、なんかこれ大丈夫かとも飲酒運転になってしまうからね、お酒入ってんちゃうかっていうようなじゃなくて、なんかこう米で作ったね、なんか米とさつまいもやったっけ、なんかとなんかで作った、でちょっとだけこうメイン的な部分はどっかに絞ったら、少しそのね、もう全部ではなくていいので少しだけ、このなんかピンク色の花ね、これなんかアクリルでこうかけそうなんや。おしゃべり好きなんやね、やっぱね。なんかそんな感じするわ。よいしょ。ほの星岬まで行こう思ったんですけど、ちょっと遠すぎましたやっぱ子供らが早く早くってあれ2時間ぐらいかかりますもんね、なんだかんだ空港からね。あそこ連れて行きたい思ったんですけどね、あそこまで行くまでに途中断念して、何だっけ、マングローブの森あたりまででもう諦めましたよ。今回は残念と思いながら、もうあかんわ、全然もうお兄ちゃんがで、結構やっぱ外国の方とかもいてちょこちょこいましたよ。やっぱりこうなんかね、東洋のガラパゴス島なんかもっと鮮やかな青とか入れたなってきたね。でパレットちょいちょいこう吹いていきますね。考え方の大きなヒント、ああよかった。自分なりになんかまとめてみたり、なんかこうそれしていいかもしれないですよね。もともとそのメメントモリ、とかっていうので使われていて、そのタイプの絵は斜め上ぐらいからやけど、結構モチーフに迫りくるような、一個一個にモチーフにね意味合いを持たせてみたいなとこあったんですけどね。よかったよかった。僕も考えながら適当に喋ってて、確かにね。いや僕は本当岸田流星から自分の中では生物が始まってます、僕自身はね。岸田流星のうわかっこいいな、壺の上にポンと青りんごが乗ってる絵とかね、うわかっこいいな思ってですね、やっぱなんか影響を受けてしまってるんでね、どうしてもね、もうそれは白状しますわね。もうそれはね、でそこからこうね入ってるというところは大きいんちゃうかなと思いますよ。ですか、皆さんもねあったら知っていてくださいね。質問あったら言ってくださいね。もうちょっと細い。もうとにかく書いてる途中でね、筆はガシャガシャ洗うこと。いやー、本当ね、日本はうまくやれば本当にこう観光でインバウンドってこうね、やっぱ海外旅行イタリアやらフランスとかね行ったことある人なら、こうインバウンドってこんな感じなんやって思いますよねなんかね、もうイタリアとかも本当外国人観光業で成り立ってますもんね、フランスもね。よいしょ。
そこのねオーバーツーリズムを考えていかなあかん部分はもちろんあるんですけど、でもね資源ない国はねもうなんかね、よいしょよいしょ。でも石垣島なんかはもう本当になんか若い人がいっぱい移住してるような感じしましたもんね、やっぱりね。奄美はまだちょっと少ない感じしますけど、タレントのあれですよね、イマルさんがなんか半分奄美となんか生活されてるみたいななんかで言ってた気がしますけど、わかるわって思いながら、コンビニはファミリーマートがあるしね、ドラモリもあるしね。あそこ行きましたよ、なんかビッグ2やったっけな、蝶々がなんかいる放し飼いにされてるところがあってとか言ってたらどうですか。下の丸いところかわいいです。お花になる。そうそう、この辺花になってきたでしょ。かわいいでしょ。ピッ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 
なんかねリクエストとかあったらまたしてください。焼き魚ごめんなさい、まだできてません。すみません。ちょっとなんか3連休暇やから3日間ぐらいやりたいなと思うんですけど。白樺油絵とか本当はできたらいいんですけどね。油絵とかね。よいしょ。で少しずつ、点があれして、形にもなり、してきてます。すごく綺麗ですって。こういう描き方チャレンジしてみたいとね。何人ぐらい見てんの？全然見てないけど40分。焼き魚にこだわってます。そうそうそう、言われたことをねやっぱやらんと思って。あとなんか古典、結構皆さん古典やらなんやらのこう送ってきていただいてありがとうございます。ただなんかね忘れっぽいので、公表会鬼公表の時とかのタイミングで来てくれたら助かるんですけど、結構ね古典とかされる方増えてきてますもんね。古典とかすみません、告知ができてなくてちょっとバタバタしてて、メールとかいただいたりしてるんですけどね、ごめんなさいね。暑いね。しかしね、どうなんですか皆さん、暑ないですか？でちょっとずつ絵の具もね熱くなってきつつあって、絵の具も熱くしているところはガガガガ乗せながら、描いていってます。よいしょ。ひたすら点打っていくでしょ。でも初めに乗ったブルーグレーみたいな色がこういうのちょこちょこ効いてるかなっていう感じするんですよね。田舎には I ターンの方多いですよね。子供がいたらお家賃町が貸してる廃校阻止のため。そうなんや。移住までは考えへんな。ちょっと考えたい。やっぱなんかね移住はな、でもな分からんでもないわな、気持ちな。あんなでかいクワガタ取れたらな、なんかな。ただあれなんやね、やっぱりクヌギの木がないんですよ。いわゆるクワガタがよくいるとされる木がで、シイの木とかなんかなんて言ってたかな、もうネットで最終日前もう調べまくったもんね。全然おらんと。甲虫系がおらないですよ。カナブンとかも全然おらなくて。でも海岸の徳之島の海岸はめちゃくちゃカナブンとかおって、なんでと思いながら、まさか最後の最後にね謝る岬公園公衆トイレ、そこで見つけるとは。これで他の虫たちを逃がしてええか、お兄ちゃんたちが許してくれるかどうか。よいしょ。
とねこれぐらいのこう鮮やかな色も少し入れていってみて、で画面の中で鮮やかなブルーですね。かすらせたり絵の具を置いたりとか、ちょっと水を多めにしたりとか、こういうところでもやっぱりちょっとね、溶き油ちゃうな、溶き方みたいなの少しこう変えてあげたりとかしながら、してみたりとか。土地をくれると言われることはあるのですが土地くれるって本当ねえ、どっか土地税金かかるからってね、家もう建て壊すのも大変っていう人もね、関東近郊やったらな考えるわな、少しな。関東でもな、東京はもうええかな、表番もな。福岡とかいませんか、誰か福岡でもあれかな、北九州とか面白そうやけど、僕個人的にはね。よいしょ。ちょっとこう流れとかも少し考えつつ、流れっていうのはなんとなくこうただただ点を打つだけじゃなくて、少しこう、なんかこうちょっとね、なんか暗いところがこう、あってみたいなこう流れみたいなのをこう作ってみたりとか。野生のゴキ大きそう。どうすんのそれ。いっぱいいましたよ。奄美に。いっぱいおりました。ゆっくりよね、あれね。もう、ゆっくりびっくりしましたよ。あんなゆっくりなんやと思って。ベリースローリーで、じいさんね、じいさんいましたよ。野生のじいさん。いっぱいいましたよ。もう、うわーとか言いながら、チビたち、なんかやっつけてましたよ。思ってるより大きいし、ベリースローリーやから。あとあれ見たんすよ、あれサソリもどきサソリもどきっていうかサソリやんと思って、日本にサソリおんのと思ってサソリもどき見たんですよ。なんか来た。これお兄ちゃんやな。お兄ちゃんが来そうな。止まった。どうした。サソリもどき見ましたよ。お兄ちゃんやろ。トーくん、この静かな感じでトーくんかな。お兄ちゃんや。お兄ちゃんでかいクワガタ持てへんか、あれ怖すぎて。ちょっと話があって。何ですか。ちょっと今日事件が起きた。事件が起きたんですか。何ですか。はい。ママがやってた、それの後ろにアリがいっぱいいたから殺した。すっごい汗ですね。だかすごい汗ですね。何ですかこの汗は。これ、はい、アリを退治した。アリ退治してくれた、どこにおった。あれやろ。ママの鼻の後ろ。めちゃくちゃ汗かいてるやん。ちょっとやばいぐらいいた。嘘。外の庭でやってんのなあ。30匹いた。30匹なんてもんじゃないでしょ。あれよな、やっぱ。じゃあ50匹いた。50匹がいたかな。50匹なあ。おーいって、ちえちゃんって。おーい、ちえちゃん。見えますか。サソリもどき、事件。ゆきゆきさんも事件、ちえちゃんも事件ですか。サソリもどきやったっけ。何やったっけ。サソリ、なんて言ったっけ。サソリもどきやったっけ。このカメラね、このカメラ。やっほー。サソリもどき。見えますか。見えますよ。お兄ちゃんもなんか、やっぱいいものね。ちょっとクワガタ持ってて。ほんと、でかいやつ。手で持てへんやろ。箱自体持っておいでね。すんごい汗かいてたね。おうよ。
この模様を生地にして大島紬みたいね。だいぶこう点が増えてきたでしょ。虫嫌いな人はちょっと要注意くださいね。要注意くださいね。持ってきた。虫嫌いな人要注意してくださいね。うわ、飽きそうやん。ここは大丈夫か。めっちゃでかいですよ。うわうわうわ、これです。このサイズでもやっぱ獰猛なんですよ。すごい。カブトムシと戦いしたこのクワガタが勝ちました。勝ちましたからね、こいつがすごいよね。ありがとうございました。こいつがどこにいたんですか。奄美大島。ありがとうございました。はい、じゃあすいません、ありがとうございました。はい、ちゃんと締めとき。はい、よかったね。幼稚園持っていくの？持っていかんの？閉めとけ。ね、だいぶ変わりましたよね。あんなにあっさりいくようになるとはね。なんかこう U20 のなんとか混ぜんだとかちょっと。ピンク、これぐらいちょっとピンクでいった方がいいかな。バイオレットもありましたね。え、なんかちゃんとするようになったよね。なんか来たまた。どうなした？今褒めたばっかやったの。ちょっとクイズ出すの。じゃあ皆さんクイズ聞いてあげてください。はい、クイズ、何のクイズ？正解は正解じゃないよ。はい、何のクイズですか？鶏です。鶏はもう答え言うたん？どういうこと？前言ったか。うまくくっつかへん。どうした？クイズ。はい。何のクイズ？鈴の中では一番口を開けるのは何でしょう？鶴の中で一番口を開けるのは何でしょう？そう。どういうこと？なんかさ、一番開けるさ、口を開けるさ、一番口を開けるついるじゃん。一番あれじゃない？なんだっけ？ハシビロコウじゃないの？違う？ブッブー。嘘。ハシビロコウじゃないの？違う。何ですか？名前は忘れた。じゃあクイズならへんやんけ。それクイズならへんやんか。クイズ出題者がちゃんと答えして。毒持ってる？毒持ってる鶴がいいの？いるかそんな。鶴いるか？毒持ってる？速いけど飛べない。速いけど飛べない？ダチョウか。正解か。正解。やったぜ。皆さん答えてた？もう一個もあるけど。斬新な逆クイズ。ね、もう一個あるんですか？クイズあるんですか？どうぞ。皆さん答えてくれるよじゃあ。はい、もう一個はい。もう一個は何ですか？はい。今考えてください。じゃあ半妙と玉虫から。半妙と玉虫からですか？問題。ででん。どうぞ。半妙と玉虫はなんであんなに美しいんでしょう？素晴らしいクイズですね。皆さんわかりますか？半妙と玉虫はなんであんなに美しいんでしょうということでございますよ。ねえ。玉虫って何の木にいるんだっけ？なんかの木のすっごい高いところにいるんだよね。なんだっけ？この間でも玉虫の死骸見つけたよね。あれで小木公園のクワガタもみんなあそこに行って取れなくなっちゃうかもね。失敗したね。小木公園って言っちゃったね、あれね。失敗したね。誰か正解出ましたか？ペリカンかと思った。ダチョウって毒あるのって言ってますよ。ダチョウ毒あるの？確かに。隠してるんですか、ダチョウは。だそうですよ。もう皆さんね。さあ、なんであんな玉虫となんだっけ半妙は美しいんでしょうっていうクイズですよ。はい、答えてあげてください。ひろしさん、ほら虫好きでしょ。お願いしますよ。はい、答えてあげてください。なんで美しいんですか？正解出ますか？半妙は肉食だから。神様からの贈り物。パパ正解。半妙正解です。半妙？半妙は正解だね。半妙が正解ですか？パパが正解した？パパなんか答えたっけ？答えたっけ？答えた。パパ答えたっけ？うわ、ありがとうございました。ということでいいですか？下に行っていただいて。それで、ありがとうございます。なんで
美しい。あ、なんで美しいか。ヒント。ヒント。ヒントは。ヒントで。ヒントが。ヒントは何ですか？本当に。本当に。隠れてるけど。本当は隠れてる？いつもだけ。いつもだけ隠れてるの？それがヒントなの？どういうこと？隠れてるから美しいんだよ。隠れてるから美しいんです。そうですよ、皆さん。ねえ、ありがとうございました。じゃあすみません、下行っといてください。もうすぐ終わりますので。わからんクイズでしたね。ようわからんクイズでしたね。皆さんね、私も何言ってるかようわかりませんでした。半妙は死んだら色が落ちますだそうですよ。ひろし、いなくなった。ごめんなさい。ね、虫光るから皆さんね。半妙って何やって？半妙ってドイツおらんのかな？ちいこいね、なんかね、ちいこくてめっちゃ素早いこうキュシューっていくやつよ。結構顎がしっかりしとってね、なんかこうあれなんですよ。で綺麗ですよ。ありがとうございました。よいしょ。ちょっと紫とかも出しました。ちょっともうなかなか色がこれだけじゃ作れん時もあるので、少し紫とかも出しました。半妙、ヤマトタマムシとか、本当に撮りたいですよね。もうこの2年間ね、2、3年も本当に虫取りがおもろうて、子供の頃ねと全然情報が違うから、もう絵も同じなんでしょうね。僕はこうやって一方的に垂れ流してるだけですけど、皆さんにとってはね、知りたかったことも知れたりとかするようになったんじゃないですか。僕はその昆虫系 YouTuber ね、Oチャンネルさんはね、もう神様ですけど、そんなんとかをいろいろ見ながら勉強しますもんね。ミヤマクワガタのミヤマって深い山って書いてミヤマなんですよね。だから深い山に温度が低いところにいるんですって。だからあとはミヤマ、この夏のテーマもミヤマなんですよね。皆さんどうですか？また来そうやな、あの人。だいぶこう絵の具が重厚になってきてます。重厚にいいですね。こんなん5時間ぐらい配信できそうやな。半面を調べちゃった。隠れてるから美しい。哲学やったね。何のこっちゃようわからんけど哲学やったね。なんか皆さんの方でね、なんかリクエストとかこんなんやってとか、ちょっとここ光っとんかな。もうしゃあないね、もう光るのはね。哲学やったね。かっこええね、あの人もね。弟は弟でおもろいんですけどね。性格全然ちゃう。昨日うちのおふくろも連れてったってですね、妻の方の家族と、だから大人が1、私と妻と、合わせて、でばあちゃんじいちゃんが3人連れてったんですよ。だからね、子供たちにとっては思い出になったかどうか分かりませんがね。また五島列島とかね、対馬って行ってみたいですよね。なんか島系ばっかになってきたけど、対馬もね行きたいですよね。よいしょ。ね、だいぶ花も出てきたでしょ。ちょっと上の方がねまだ手が入ってないなっていう感じはあるんですけど、まあ本当に多分印象派ってこんな感じで描いていったいと思いますよ。でこれがどんどんね、モネなんかももっともっとこうまた来た深みを増していきながら、よいしょ。タマムシはメスが産卵で、でももうタマムシの時期若干終わりかけてんじゃないですかね。もうなんかね、どの時期か僕もちょっとよく分かってないですけどね。いやー、撮りたいね。あれや、お兄ちゃん言うの忘れた。七節の餌あげといてって言うの忘れた。七節餌2日3日間あげてへんかったからあげやんと。あとカマキリのバッタ取っといて、あんたたちね。虫だらけです。今カマキリも行く旅、3日間やったんですけど、行く時は、6、7匹いましたけど、昨日そーっと確認したところ3匹になってました。
意味わかりますか？3匹になってました。ちょうどなんかお食事中でしたね。同志をお食事してまた大きくなられてましたよ。カマキリってすごいですよね。よいしょ。うわこれ楽しい。かけそうでしょ皆さんこんなんね。半妙は道教えとも言われ、山道を歩いていると人の前を飛び案内してくれる武士です。そうなんや。ただ早すぎて取れないですよね。なんかね、ちょっとこう水のきれいなところとか川とかに前結構いたイメージですね。半妙きれいですよ。早いですよね。子供の頃僕も一時半妙好きでしたもん。一番好きやったですもんね。よいしょ。オケラでしたっけ皆さんごめんなさい、虫とか興味ないと。オケラやったっけ、なんかモグラみたいな顔しとるんですよ。あれも可愛いですよね。よいしょ。どんどんこう点描が増えていきます。1時間ちょっとぐらいかな今やってるのかな。今週なんかね、もし断定ではないですけどね、明日明後日も連休、公表会鬼公表は多分、来週かな、来週あるので、またねよかったらですね、ぜひぜひ初めての方やら、あと宣伝などある方とかもね、ぜひぜひなかなかねこう SNS とかだけで自分で宣伝しても難しいという人もねいはるでしょうからね、遠慮なく使ってください。もしね YouTube とかされてたらこう QR コードでも作ってくれたら載せますのでね。よいしょよいしょ。ママ虫怖くないんですか？多分慣れてきたと思います。人すごいこうもともと女兄弟やから全然興味なかったと思うし、あれやけど、僕らはね本当に虫に助けられてるんですよ、子育て。本当もうね、だから覚えてったりね、なんかね調べろと言われるんですよ。ぐるぐるで調べてってお兄ちゃんに言われますもん。ぐるぐるですからね、うちはね、ぐるぐる、グーグルじゃないですよ、ぐるぐるという言うてはります。ぐるぐるで調べて言うて、なんか、ね、大丈夫っぽくなってきた。ただやっぱ僕もそうですけど、ムカデとか G とかねはダメですけど、いけるようになってきはりましたよ。慣れやなと思いますわ。よいしょ。男3人ついてたら安心ですね。クワガタに関しては大丈夫っぽい感じはするけどね。よいしょ。という感じでですね、広がりながらね、書いてまいりました。やっぱ楽しいね、絵描くのやっぱ楽しいね。なんかちょっと光ってるからね、ちょっと一回消してみるけど、これだ暗すぎるけどね、まあこれのがぽさは伝わるかな。これのがぽさは伝わるかな。ちょっと若干これでいいか、若干こちらの方が伝わるかな。ちょっとずっとやっぱ光ってしまうのでですね、めっちゃ描きにくい。こちらは伝わるかな。色自体はこれないけどね、ちょっと光ってしまってますけど、こんな感じですよ。いやー、何時？10時前、9時、1時間半ぐらいかな。何時間やった？ごめんなさいね。質問してくださいね。ぐるぐるかわいいですね。ね、ぐるぐる。
トークン目あれめっちゃ面白かったよね。いやあの動画はな、もう本当に今回も旅の動画のもうオチ言うてしまったな。今回ねオチはもう完全にあれですからね。先ほど言ってたね、そこにおったんかいっていうオチになってますけど、まあ、虫が中心じゃないですけどね、プールがついていたあれでね、もうそういうこう、まあそんなにでかいリゾートホテルではないんですけど、いや本当にもう先ほどもオチを完全に言うてしまいました。7月30日までやってる、グループ展、おかげさまで多くの方に来ていただいてます。先日飛鳥さんの作品もお買い上げいた、すごいじゃないですか。飛鳥さん、トラクターの飛鳥さんね。飛鳥さん子育て忙しいからね、なかなか配信とかライブ配信は見れんやろうけど、この時間帯飛鳥さんなんか いつ頃お仕事されても、トラクターやからトラクター関係の仕事でしょうね。トラクター関係でないねっていう話ですけどね。確か朝かなんかって言うてはったかなね。飛鳥さんもじゃああれなんやね、芋の会っていうのは、まあおじさんが芋焼酎が好きで、臭ければ臭いほどいいという謎のこうあれでですね、臭ければ臭い芋焼酎が大好きで、そんなことばっかり言うていたら、まあいろんなところでいろんなこうグループで、まあ、活動されてるというか、絵を勉強されてたりとかするマレーシアのクアラルンプール絵画教室とか、宝塚の乙女の会といって、乙女かどうかわからんけど、そういうこうグループがいろいろあって、そんなええなっていうことで、オンラインだけでまあ対面でなんか会うことも、飲み会みたいなのは多分各地域でやってるっぽいんですけど、そういうグループを作れんかなということで、赤い魚のアイコンでおなじみ赤坂さんが、立ち上げて、幹事長代理、自民党でいうと木原誠二さんなのかな、分かりませんが、幹事的なことをしてくださってやっている会で、その展覧会、これ第2回になるんですかね。前はなんか、あちらの方で、若狭でしたっけの方でやってらっしゃったような気がするんですけど、第2回展、の飯田橋の方の猫カフェ、何やったっけだいぶええ感じでスラスラ言ってたのに、その、飯田橋のカフェなんとかで、やってるそうなので、よかったらですね、飯田橋はね、東京ドームの近くなのでですね、ぜひぜひ観戦のついでにでも行かれてください。1時間ぐらいだよね、これね。1時間今5分ってみたいな。何やりましょうか。ちょっともう一回消しておきますね。こんな感じです。毒持ちだから美しいのかな。半身毒あるの知らない。半身毒ありますって、一平こっぺいさん。そうなんや。玉虫、浄水場の裏山で道に落ちていたのを拾ったことあります。飼育方法がわからないのでそのまま話しました。一平こっぺさん。トークバーっていうね、面白かったですね。書けそうでしょ皆さん。これね、どうですかね。チビが膝の上に乗ってきても書けたわけですから、こんな感じでございます。うわ、曇ってんな。どうしようかな。そうか、水蓮を実際写真撮ってきて水蓮風に描くっていうのもありやな。なんか夏のものっぽいのってあと何かあります？風鈴っていうあれありましたよね。風鈴が我が家ないわ我が家ないわとか言って、風鈴とかになんかアクリルかなんかで絵描いたら面白いかもしれないですね。実際の風鈴に100円ショップとかに風鈴売ってるかな。内側から描いた方が綺麗にいくやろね、多分ね。という感じでございました。昔やったらこういうのもなんかね、
やりだす前ちょっとできるかなって感じだったけど、もう3回4回とこういう印象派風みたいなのもやってきてるから、ちょっとずつねなんか、分かってきたから、ちょっと水を多めにしたので、グレーズ的な感じ。一応こういうグロスバーニッシュとか、スロードライングフラロラメディウムとかっていうのもね、遅く乾きますねみたいなのもあったりしますけどね。とても素敵ですって、飾りたいですって、もう本当にこんなんねもらってほしいぐらいなね、山ほどあるから、もうねこんなんね、もう本当に皆さんも印象派風に書いてみたいとかっていう人にとってはね、勉強になるんじゃないですか。よいしょ。ピピ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 。黒使ってないですからね。それ何度も言いますけど、ちょっと黒を使ってないんですけど、こんな感じで。またごめんなさい、ちょっと書きにくい、やはり書きにくいので。いいですね、悪くないですね。100均に風鈴ありますよと。そうなんや。お部屋に清涼感が漂う絵ですね。素敵ですね。ひろしさんありがとうございます。本当素敵ですと。アメリカ在住の方もメンバーにいますよ。そうなんや。なサイト、アイスキャンディーを描くのアイスキャンディー描くの？アイスキャンディーを描くのか。なんかあんまりイメージがわかんな。アイスキャンディーを、アメリカ在住の方もいるんや。すごいね。30人ぐらいいるんでしょ。すごいね。あとあれですね、勝手に公募展第何回か分からんけど、8月の確か末やと思いますけど、それ動画撮らんといかんかな。なんか夏休みっぽい企画とかないのかな。匿名希望がいいけど、なんか相談に乗るあれとか、作家さんいらっしゃるよりもうちょっと緩い企画とか鬼好評じゃなく直接話してなんかする、そんなんあっても面白いかもしれん。直接高評価する企画、顔は全部モザイクかなんかイラストかなんかはめ込むかなんか大変やね、編集がね編集がね大変やねという感じでございました。ガラスの器に入ったそうめん、うわー、そうめんか、夏っぽさね、難しいな。そうめんか、考えたこともないわ。また千恵さんのイラストから描かせてもらうという企画、またやらせてもらおうかなんか涼やかな絵とか千恵さん上手やから、それをなんとかまた別のバージョンのイラスト風にしてみるとか。人物が多いですもんね。人物の印象派風ってどうやってやるのかな。人物の印象派風、いろいろ考えますわね。これ白もねちょっと画面の中で、いいアクセントになりますからね。こういうのね、どこがええかいなとか言いながら、どこがええかいな、画面全体を見ながら、ピョン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 という感じでございました。うわ、ケンツさんも嬉しいね、ありがとう。ケンツさんありがとうございます。ナイススパです。もうちょっとなんかね、なんかあればいいよね。なんかスパチャに対してなんかあればいいよねなんかないかな。よいしょ。ナイスパという感じでございました。1時間ちょっとで描いた印象派風に描いた、本当にこういうね、
なんかまあちょっとした原っぱもなんかこんな風に、絵になるんですねということでございました。白い花のバランスがいいですねということでございました。最近老眼がひどくて、メガネをせずにずっと絵描いてたりとかします。いかがだったでしょうかね。ナイスパですね、ぜひこれ何3回目のライブなんかちゃうなね。ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。皆さんね、選挙に行きましょう。これでちょっと暗すぎるんですけどね。ということでありがとうございました。可能なら今週っていうか連休私めっちゃ暇やので午前中中心にやれたらなというふうに思います。まあ、このアーカイブとかのコメント欄でも結構ですし、何かヒントになる皆さんにとってなんかこんなんやってほしいとかっていうのがあれば、私も何も今考えてませんけど、コメントいただければなというふうに思います。ありがとうございました。よかったらやっぱチャンネル登録よろしくお願いします。終わります。終了。